っと DIY したいなっていうふうに思われてる方でも、天井まで塗る必要なんですよ。天井はやっぱりちょっと難しいかなと思うし、それに天井は白の方がこう抜け感あっていいかなって。今日はね、最初に先月、行ってきたルームツアー、1泊で行ってきたんですけど、それのちょっとねお話を、ショートとかインスタでも上げてるんですけど、私が撮ってきた携帯で撮った写真ですけど、それ見ながらちょっとねお話ししたいなと思ってます。最初はイー様、これルームツアーさせていただいたお家のね、でも結構長編になったんですけど、あれですよ、お庭もねこれ全部手作りなんですよ。本当にすごいですよね。すごいよ。このなんかね、石畳というか、なんていうの、こういうここの石あるでしょ。それからこのレンガみたいなの積んでるじゃないですか。で、これもご自身で作られたね。看板は頼まれたと思うんですけどね。すごく。そうなんですか。すごいよ。壁塗って貼るだけでも感動してたのに。それでね、このお庭ね、もともとお家を作った時は隣のお家だって、でそこのなんかお引越しだとかなんかとにかくその空き地になったから、それを買って裏側に庭作られてるんですよ。だからね、このなんかここもほら段になってるから階段とか作られてるでしょ。ここ全部自分で、お嬢さんとさっきピンクのセーター着れてらしたのがお嬢さんで、このお二人で作られてて、それでもうどうしてもダメなところはパパが出てくる感じなんです。すごくない？もうお二人雰囲気から素敵やけどね。そんななんかDIY されそうな感じ。そうでしょう。いや本当にびっくりしました。でこれをね、ちょっと夜のお庭も素敵やったから、これはなんかアンティークの買われてつけられたそうなんですけど、このスイッチ入れられるのはご主人様だけで、ご主人様に入れてもらうまでちょっとここ普通になってなかったんですけど、本当にそれでちょっとね写しそびれたんですけど、塀がずっとあるんですよ。だからその昔お隣の家やったから木じゃなくっても木製の塀が、その塀は全部ご主人が作られたんですって。家族皆さんそういうことができる。できるっていうか、なんかもう好きでもうやってるよって。だからよく見たらそんななんか庭師の人がしたみたいに精巧にねできてなかったりとかあるんですけど、いやそれでもねすごい素敵にされてました。ごめんなさい、ちょっとこのもう一回これね、このなんか自分でこのお庭の名前決められてるんですよ。そうなんですね。なんか何だったかな。素敵。すみません、名前忘れちゃったけど、素敵なのが赤のなんかこのお家のね外観が赤いからとかっておっしゃってたと。でこのなんかスタンダードプードルがめっちゃそれでもう自由にねお家の中とこの庭を行き来してるんですよ。もうなんか癒されました。本当。これはお部屋の中からちょっと見えてたんで、ここもすごい素敵にされてる。これちょっとご自分でされたかどうかわかんないんですけど、この床ね可愛いから写させてもらいました。でこれがねなんか新幹線乗って、それで東京駅にお昼過ぎに着いて、そこからカメラマンさんにレンタカー借りてもらって、で一緒に行ったんですけど、ちょっと東京からも距離があったから。それじゃなので撮影終わったらもう夕方だったんですね。5時ぐらいだったと思うんで、お食事をって言って作ってくださって、もう本当美味しかったんですよ。それがねなんかちょっと全部食事は映せてなかったんですけど、ここちょっと前菜みたいなの作ってくださって、それでアスティエとかを使ってね。YouTube で見ていたテーブルコーディネートをまま使ってのお食事だったんですか？そうですよ。あのままで、ちょっと鶏の煮込みのお料理と、それからなんかジビエだから季節だからって言って鹿肉の焼いたのとか。
でこの子がねいつもこう2匹いるんですけど、この黒い子が玄関で誰が来ても迎えてくれるみたいな「うおー!」言うてめっちゃ可愛かった、はい、それでここがね、玄関脇のお部屋で、DIY されたんですよ。壁をネイビーに塗られたんですね、それでこれがビフォーです。それでアフターがこんな感じ、ちょっとソファーも変えて、それでこうカーテンね、こう素敵にされて、ベアトリス・ラベルのカーテンつけてもらってます。壁をこのネイビーにして、でちょっとこうベッド可愛くしてもらいました。これちょっとビフォーの写真ちょっと出すの忘れましたね、すいません。でこれがお嬢さんのお部屋でね、もうご結婚されてるんですけど、女の子連れて帰ってきてねって言ってピンクのお部屋に、また似合ってるこの子がそうでしょう。もうほんと可愛いね。スタンダードプードルって可愛いね。性格も可愛いし、あの動画見てたらすごい可愛いなと。でここ猫ちゃんもいるね、このお家で。ここがマスターベッドルームで赤のベッドカバーだったんですけど、なんか、ベアトリスさんのこの新作のに変えてもらいました。なんかインスタライブでこう紹介してたら、もうこのままみたいな感じで買ってもらってでこのシーツがすっごい使いやすいって言って褒めてもらいました。で以前がこれ、何もベッドのメイクだけです変わってんのね。それでも全然カーテンも違うんですか？カーテン一緒ですよ。でこれでこれやから一緒なんですよ。すごい。このカーテンももうずいぶん前にブランドジュリーで作ってもらったやつです。はい。ベッドのあれだけでこんなに雰囲気変わるんですね。イメージ変わりますよね。すごい優しい感じ。ブルーになったらね。でやっぱりちょっとお家の作りがもともとクラシックだから、その赤のベッドカバーとかもそのイメージとしてはねいいかなと思うんですけど、やっぱりなんかこうちょっとフレンチの雰囲気にしたいわっておっしゃってて、はい、これにしてもらいました。でこれがリビングですね。でリビングのこれすみません、私のこの携帯ストラップがこうずっと左側に見えてる。でこれが先ほどお食事用意してくださったとことは隣のキッチンから続く、ご家族のなんかダイニングなんですね。でここもこうベージュフロール敷いて、それでこのダイニングテーブル、クラシックなんですけど、で同じ色のこれ食器棚だったんですよ。それがまたこれも塗られてるんですよ。ちょっとねすごいねパリによく似たような感じ、もうちょっとベージュっぽかったけど、塗ってこうキャビネットの奥はこの濃いねグレーにされてて。めっちゃ素敵になってましたね。でここのカーテンも以前にブランドジュリーで作っていただいた、このオリボンのついたね、トワイルドジュリーのカーテンです。すごい素敵でしたね。こうなんか手作りでされるっていうのがものすごい好感持てますよね。そうですよね。でもう全然そういうのされなさそうな雰囲気なのに本当にやりましたっておっしゃってるのがすごいだなと思って。ここはねなんか何度見てもいいなと思って。壁ってでも塗るの、女性大変でしょ上の方とかも。いやだからここのお部屋はね、それでも割と天井高くて2メーター780ある感じなんですよ。でこの部屋はでも自分たちで塗ったって言っておっしゃってましたね。これはねベアトリスさんのじゃないんですけど、ずいぶん前に塗られてちょっとこうDIYされた、グレーとブルーの間みたいな感じの色ですごい素敵なね感じですよね。渋さんがコメントで、天井は白なんですかってそうですね、天井は白でいいと思います。なのでちょっと DIY したいなっていうふうに思われてる方でも、天井まで塗る必要はないですよ。天井はやっぱりちょっと難しいかなと思うし、それに天井は白の方がこう抜け感あっていいかなって思います。先ほどのネイビーで塗ってもらったお部屋あるでしょ、お部屋も天井は白のまま残してくださいって言ったんですね。なんで天井は塗らなくて、大概の場合はいいと思います。これが先ほどの、ダイニングのところなんですけど、でこれがここの色がボストンです。
ベアトリスさんのボストンっていう色なんですね、でここまでね、この上までだったら5メーターあるんですよ、この家。5メーター以上あると思う。ちょっと測ったことないからって言われたんですけど、まあ、かなり高い目ですよね。なのでこの上の方はパパが塗りましたっておっしゃってました、それでこの窓もすごく変わってて素敵ですね。これまあね、輸入住宅だからちょっと日本の感じとは違いますよね。すごいね、密封してる感じで、これ全然雨戸とかないんですけどね、過ごしやすそうなお家でしたね。はいはい、これがさっきの玄関脇のお部屋、YouTube ではもっと詳しく載せてるので、よかったら。でもなんか似合ってるわと思って、この子が。その YouTube 見てて、ベッドのところに壁紙貼ってはるのが、これアイデアでしょ、これね。すごいなと思って。この部屋の左側のところのちょっとクローゼットの奥にね、この壁紙一部貼られてるんですよね。残ったからって言っておっしゃって。これどんな感じになってたんですか？ベッドヘッドに。ベッドヘッドってこれね、アルフレックスなんですって。だからすごいモダンなシンプルなやつです。すごいね、もう木のね、いい気質のやつなんです。なんか木材のやつですけど、やっぱりちょっと若干この今作りたいお部屋の感じとちょっと違うから、なのでこれ貼ってよくなったわって言って、なんかご家族にはあんまりなんか好評ではなかったそうなんですけどこうもう LINE デビューってまっすぐ貼ってはるそうもう簡単にちょっと貼りましたよみたいな感じなんだけど、これちょっと効いてますよね。いいですよね。てかこの部屋はもともと作りはすごくクラシックなんだけど、家具は結構モダンな感じにして、それでキャビネットも結構クラシックなの置かれてて、素敵ななんか初期のね、コレクションとか入れられてるんですよ。ちょっとクラシックなんですよね。でそれをちょっとやっぱりこうモダンなテイストを入れて、なんていうんですかね、ミックスのね感じにしたいわっていうので、カーテン変えて、でこのベッドの変えてもらいました。このお家は見応えあるんで、ぜひ YouTube で見てください。見ててすごいなんか楽しいというか、勉強になるというか。それでなんか家自体の作りがすごいから、なんかもう全く参考にならないかなと思うけど、でもね、お玄関から入ったさっきの、ワンちゃんが迎えてくれるとこあるでしょ。どこやったっけ、どこ行ったかな。玄関の手すりも全部自分で塗られてるんですよ。おっしゃってましたね。これね、この手すりもだからすごい作りはクラシックなんですね、もともとね。でそれをこうちょっとすごい白に塗って、でここは黒に塗ってこうパシッとさせてる。すごいセンスもあるなって思いました。なんかもう幅木もこうダークな木の色だったら、もうこれはもうクラシックにしかできないと思ってしまうんですよね。それも全部ね、塗られたり残されたり上手にね、その中こうどうしてこう考えたかみたいないきさつもね、お話しされてたんで、そうするとこうなんかこんなお家には住めないんですけどね、でもなんかこう真似したいなっていうふうに思いますよね。そっかっていうのがありました。本当によかった。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。